皆さんこんにちは。システム組み立てチャンネルのシンボリといすみと大滝です。はい、ということで今日も始まりました。セールスフォース×フリー会計で作る経理バックオフィス DX 経営管理の進化を実現の第2本目の動画っていうところで、前回経営管理の本来の役割ってなんだっけとか、追われている作業を減らすためにどういうことができればいいんだっけみたいなところをベースに話をしてきましたが、今日は皆さんフリーってなってる方がいらっしゃると思うので、フリーという競合製品として挙げられるマネーフォワード、マネーフォワード、マネーフォワードっていうこの2つをですねちょっと解説しながらお話しできればなっていうふうに思います。大きく3つ話をしたいなと思ってます。1つ目がフリーとマネーフォワードそれぞれの特性であったりですとか、適合性、どういう会社になったらこっちがいいよみたいなところをお話しするのが1つ目と、2つ目がなんでフライクはフリーを使っているのかっていうところ、そして最後がどちらも API 連携できるけども、それぞれいいところ悪いところっていうのがあるので、そこの注意点みたいな3本柱でお話をしていこうかなと思いますが、我々フリーを使っているので、フリーに対してそんなになんか違和感がないっていう、こういうプロダクトよねっていうのは分かってますけど、逆にマネーフォワードに対してなんかお二人感想とかこういうものだよねとかなんかあったりしますか？実はですよ、フライク社マネーフォワード使ってたんですよ。知ってました？そうなんですか？最初、はい、請求書だけマネーフォワード請求書でやって、会計はフリーでやるみたいなことを。面白かったですよね。めっちゃなんかいろんな人から聞かれたもん。なんであえてこれやってるのみたいな。いや、やってる意味は特になくて研究開発の一環ですみたいな。なるほど。マネーフォワード請求書いけてたもんね、UI が。セールスソースで作ると、やっぱり自分たちでこれレイアウトを作んないといけないとか、マネーフォワード請求書は意外といろんなテープレーターってこれみたいな感じで選べたので、あえて請求データをマネーフォワードに流して請求書を作らせて、その PDF をボックスに持ってきて、それをセールスソースから送る。なるほど。ただ同時に仕分けはフリーに飛ばしてるのでフリーが会計ソフトみたいなやらないことをやってました。フリー会計でしなくてもね、別にマネーフォワード請求書からね、マネーフォワードの会計の方に飛ばせたからね、別にいいやって感じだけどね。そうですね。だから結論、フリーでもマネーフォワードでもどっちでもできる、っていうところは結論としてはあるかなとは思います。フリーの方が前職でも使ってましたし、マネーフォワードは家計をつけてるぐらいですね。2は結構馴染みという感じですね。結構 B2C 向けのアプリマネーフォワード多いですね。一番初めのプロダクト作った時が家計簿からスタートしてるじゃないですか、マネーフォワードは。なのでその影響あってドロップボックスに結構似てると思いますよ。 B2C から始まってて、で B2B にピボットしてるんで。なるほどなるほど。じゃあ今日はそんな皆さんのマネーフォワードの印象みたいなところも含めながら、フリーとマネーフォワードっていうところをちょっと比べながら、なんでフリーを選んだのかお話をしていきたいなと思います。まずはフリーなんですけど、元フリーの上から数えた方が早いぐらいのところにいらっしゃった大滝さんにちょっとお聞きをしたいんですけど、フリーの思想ってなんかどういう思想なんですか？ガチめに話をすると、僕が聞いた話は佐々木大輔さんっていう方が社長なんですけど、もともと美容室をされてお父さんお母さんがされてて、火曜日が休みでお父さんお母さんが火曜日にすごく大変でしたと、経理業務するのが。それでお父さんとお母さんの時間が奪われてるところから嫌だなってずっと思ってて、で創業するタイミングで Google にいて、上司がアメリカ人だったんですけど、ファックスは博物館に飾られて古代のものなのに日本ではまだ使ってるんだね、ふふふって言われた時に腹立って過去のものを今やってるけど変えたいっていうのを意欲があって、そのフリーを作った。でちなみに前の会社の名前は株式会社 CFO とかだったんですよ。フリーのメールアドレスも解消されたと思うけど、大滝@c-fo.co.jp っていうのが昔あって、どっかのタイミングでフリーのドメイン変えてたのでフリーに変わりました。で E が3つだったのはその当時の創業した時のメンバーが3人だったから E が3つっていう意味合いです。だから思想ではなく背景伝えたんだけど。なるほど。
その背景みたいなところと、この資料上であるものすごく一致してるなって今聞きながら思ったんですけど、まず一つ目が入力を極力なくすことを目指して業務全体の効率化を重視しているというところが一つ目と、二つ目がこれちょっと美容室のお話とすごく紐づいてるのかなって勝手に思ったんですけど、操作は直感的で背景知識がなくても使いやすいっていうところが2つ目と、最後は数字をリアルタイムに見れて経営判断に生かす体制を整えることができるっていうところで、今の大竹さんの話から誰でも直感的に背景分かんなくても仕分けできちゃうよ思想としてあるんだなと講師さながらちょっと思って聞いておりました。ずっと悪いよねマネーフォワードクラウドっていうところ、これご存知です？ちなみになんかさっきの全然知らないけど、辻さんとなんとかっていう方の CTO か CFO の方がアメリカで出会ってて、でそこからプロダクト作るっていう形なんですけど、もともとマネーフォワードの辻さんは経理部長なんですよ、ソニーの。でソニーのなんか経理の2番手かなんかの時に手作業をやっているので、MBA かなんか取るときにアメリカに行ってるときに今の創業したメンバーと出会ってマネーフォワードを作る、でお金を前へっていうところで起業しているので、もともと辻さんはソニーっていう大企業にいらっしゃったので、もう腰低くすごくいい方、それなんか聞いたことある。めちゃくちゃいい人なんですよ。僕も何回かお話しさせてもすごいなんかいろいろお話しさせてもらったんですけど、すごいいい人で、いや佐々木さんがすごくねって言ってるわけじゃなくて佐々木さんはもう超ベンチャー企業の IPO するような今時な感じ。辻さんはもう誰にでも好かれる、もうザ日本人のいい社長みたいな感じの人なんで、人的には辻さんは好き、だけど上司にするんだったら僕は佐々木さんが好きみたいな感じかな。どっちもすごくいい方ですごい方ってことですよね。まだ3つあります。1つ目が正確性を第一に堅牢な経営管理を実現する、そういった思想が基盤ということですね。あとは給与計算とか請求書作成みたいな、結構バックオフィスの業務って多いので、そういった多機能なところをもうオールインワンで1個でできるっていうところが2つ目と、最後はやっぱりすでに確立された経理フローがある企業さんとか、あとは詳細に経営レポートが見たいみたいな企業さんっていうところには、スコープとして合うような思想で作られている。次はAPI とか連携性っていうところで違いをお話ししようかなと思います。違いをでまずフリーさんは API ドキュメントがすごく整備されているので、まず分かりやすいです。何が連携できるかできないかっていうのもすごく分かりやすくて、あとは公開されているのでやっぱり外部システムとすごく柔軟に連携ができる。あとは公開の範囲もすごく広いので使える API が多いので、結構何でもかんでもできるっていうところはフリーの特徴かなと思います。一方でマネーフォワードの方は、API 連携多分あるんでしょうけど情報を閉じてるので、まず一般的には分からないっていうところがありますし、あとは、すごく難しいっていうところです。一般的に公開されてないのでナレッジもないしっていうところとか、マネーフォワード連携できますよみたいなものって結構多いと思うんですけど、いろんな周辺システムであくまであればそのシステムとマネーフォワードがこれやってるだけなので一般的には使えない API っていうところで外部連携がすごく手間がかかるっていうところが大きな違いとしてあるかなと思います。なので、フリーとマネーフォワードがじゃあどういう企業が向いているかっていうところでいくと、フリーはすごく軽いラフな感じで導入ができる。マネーフォワードは結構お堅い感じでちゃんとした経理業務のフローとか経理の知識がないとちょっと厳しいかなみたいな印象を抱いてます。で細かいものは資料、今投影されている資料に書いてあるのでこれを見ていただければというふうに思うんですけど、お二人ここまでお聞きしていかがですか？フリーとマネーフォワード。そうですよ。マネーフォワードの方が保守的というかしっかり管理ができるけど API は公開されてないっていうのは悩ましいですよね。そうですね。そう考えるとフリーの方がセールスフォースとはつなぎやすいですね。で僕がフリーの時にこのお客さんはマネーフォワードがいいと思って紹介してマネーフォワード社に紹介をしていたのは、もう経理業務を20年15年やってますみたいな人にはまずフリーは向いてない。フリー電が打ちづらいとかもあるし、その取引先分をメモタグっていう考え方がもう斬新すぎたので、この
適用欄に全部入力したい、補助科目はマネーフォワードは2つまで登録できるんだっけな。それはフリーは一切登録できない、補助科目はないですね。なので経理の考え方をしっかり持っている人はまずフリーを選んじゃダメ、ただ今後人を増やしていくにあたってアウトソーシングしたいです、それこそね一章で話をした経営管理がやりたいですって言ったら、ぶっちゃけフリーだとマネーフォワードだろうか数字は見える化できるし、キャッシュフローの流れも見える化できるものツールでもあるし、また BI の方に持っていくんだったらね、マネージボードとかに持っていくんだと別にフリーもマネーフォワードも結局マネージボードで持ってきたら同じなんで、まあどっちでもいいけど、誰が経理業務というか昔ながらの経理業務ですよね、パンチャーとして入力するかっていうところで考えるとどっちが向いてるのかな。仕分けに得意な20年とか15年選手とかだったらマネーフォワードだし、そんなことしたくなくてもう経理なんていらないって思ってるような人たちだったらフリーのが向いてるし、だと僕は思います。なるほど、で大竹さんからおっしゃっていただいたようにどっちがいいどっちが悪いみたいなところは本当に考え方とか業務の動き方みたいなところで変わってくるので、ここは選定をしっかりとしていただきたいなっていうふうに思います。フライクがじゃあなんでフリーを採用したのかっていうところを次はお話をしていこうかなっていうふうに思います。フライクなんで選んだかっていうと、やっぱりクラウド ERP とかセールスフォースと連携するみたいな観点があると、やっぱりやらないといけないのは接続をすること、我々がメインで使っているセールスフォースと会計システムをシームレスに連携することっていうところがやっぱり上がってくると、先ほども話したようにフリーはすごく柔軟にできるので、フリーを決め手として選んだっていうのがまず一つ目でも、これに尽きるみたいなところってあったりするんですかね。別にマネーフォワードでよかったんじゃない？なんか今絶対フリーがいいっていうのは多分慣れの問題だって、例えば取引先ごとに売り上げを見たいとかそういったところなんで、僕は見やすい、月次推移とかが見やすいので見てるかな。なるほど。2つ目は似たようなことをスライド上では書いてあるんですけど、ビジネスに興味を持つ経理を採用育成っていうところで、やっぱり見やすさとかやっぱりリアルタイムの数字を常に追っていかないといけないっていうところで、その可視化したところの見え方みたいなところがやっぱりどっちが好きかみたいなところで我々はフリーを選んでいるのかなっていうふうに思ってます。そしたら最後は、じゃあマネーフォワードは連携できないのかっていうところでいくと、連携できるんですけど、連携するためにはいろんな注意点があるよっていうところがあるので、そこのお話をしていこうかなっていうふうに思います。1つ目はさっきもお話があったような API ですね。 API あるものの結構範囲が狭かったりとかするので、そこをしっかり考えましょうねっていうところで、マネーフォワードクラウド請求書は API が開放されています。はい、なので、セールスフォースから請求データをマネーフォワードクラウド請求書に上げる。そして、マネーフォワードクラウド請求書からマネーフォワードクラウド会計に連携する。みたいな構想を組めば連携することができます。ただ、請求書に1回入れて、そこから仕分けになるので、セールスフォースで請求書を生成して、そこから直接会計システムに入れるっていう、この請求書を飛ばしたことができない。っていうところがあるので、マネーフォワードでやりたいっていう方はまず請求書、マネーフォワードクラウド請求書を入れる、導入するっていうところが前提になります。さっきのなんでフライクがフリーにしたんですかっていうのはそこだわ。いろんなプロダクトを全部でしなくちゃいけないので、請求書も会計も債券債務も別プロダクトなんですよね、それが嫌だったからっていうのはありますね。今話聞きながら思いました。マネーフォワードクラウド会計契約して、マネーフォワードクラウド請求書も契約して、債券債務も契約して、いっぱい契約して、確かにそうですよね。それが嫌だった。出てますよね。フリーはもう1個の中でできます、その契約するのが嫌だったっていうよりかは、消し込み作業をしたら会計の方では逆仕分け起きるわけじゃん。はい。でもそれとは別に債券債務の方でもう一回消し込みしなくちゃいけないのが面倒くさいと思った。なるほど、確かにありますね。マネーフォワードのファミリー製品をいっぱい契約をしておかないとシームレスにできないので、本当に業務も複雑になるかもしれないですし、見るところも違うし、システム連携のコストも上がってしまうというところがあるので、ここは注意が必要なポイントかなっていうふうに思います。あともう一つは制限が結構厳しいっていうところがあります。1日に連携できるのはこのプランだったら50回までだよとかっていうところが結構この回数がマネーフォワード少ないので、1日に50枚以上請求書を出す企業さんとかは結構上のプランにしないとダメとか。しかもそれさ、50回の API のコール数でもさ、
鏡で 1API、明細で 1API、エラーで 1API みたいな感じでそうですそうです。3つぐらいコールしなくちゃいけなくなって、いっつもね、とあるお客さんのところでヒーヒーハハ言ってたよね。そうですそうです。なのでちょっと50件数は多分正確なのは50件じゃないと思いますけど、必ずエラー出ましたって問い合わせが来て、見たらリミットエラー起きてるのでまた明日やってくださいとか。なるほど。ただそのお客さんは上のプランに上げたくないからそれで進めていくっていうので、エラーメッセージちゃんと出るようにしても運用で回帰とかは結構してましたね。連携はできるもののいろいろと考えないといけない。具体的には2つ。1つは制限がある。もう1つはいろんなマネーフォワードのファミリー製品を契約しないといけないっていうところがあるので、そういったものをこう考えた上でどうするかっていうのは決めていただきたいなっていうふうに思います。はい、ということで今日の動画はここまでになりますが、ここまででまたなんかまとめの言葉があればぜひカメラに向かってまとめていただけると。プライクでしたらどちらでもフリーでもマネーフォワードでも組み立てることができますので、ぜひお問い合わせをお待ちしております。今日の動画はここまでになります。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。この動画を見ていいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。